信長の野望。新生 PKA。出羽の国遠征で色々やらかし敵に包囲されてしまうもなんとか最上を滅ぼし伊達と停戦した我らの将軍。そして武田家との同盟は切れ、停戦はあと1ヶ月、将軍早く帰ってきて、次の戦いはもう目前。んなわけで停戦明けたら信濃侵攻と参りますか。結構でかいけど準備なしで大丈夫か？まあ最大兵力5倍以上ありますので、消化試合集がプンプンしておる。できれば伊達との停戦中に終わらせたいので、いかにスマートに攻略できるかが鍵になるかな。戦略としては駿府館で A 風台を出して、本城つつじヶ崎館までの道を開いて一気に甲状腺。そして甲状腺の A 風でこの辺まで食い込みたい。綺麗に決まれば一気に攻め滅ぼせるかな。それでは将軍出陣じゃあってあれ？まだ将軍は出羽の国から帰ってきてません。兵士も帰ってくるのに半年以上かかる模様。時間かかりすぎ。僕将軍だから各地で接待してくれるって、もうちょっと遊んでからでもいい？ダメに決まってんだろ。将軍帰ってくるまで内政諸策で山形城強化したりしときましょ。停戦明けたら攻められるかもしれんしな。筒井城を任せてた筒井さんが病気になっちゃったので、後任に剣女藩並みのチョップの使い手来霊園を起用。いや何度でも言うけどそれ拝んでるだけだ。そして1ヶ月が経ち停戦が明けるも将軍義明帰ってこず。あいつ一体今どこだ？騎乗までの日時の確認方法がわからぬ。巧みにサボりやがって、こういうところは有能だな。将軍騎乗しました停戦もう終わってるよ、今すぐ出陣しなさい。今帰ったばかり。黙らっしゃい。そういえばよく通る沢山の補給拠点は結構便利。二条御所からここまで減った20日分の兵糧回復。名所秋田神宮の発展が完了しました。すべての城の赤色の特性がレベルプラス2という恐ろしく有能な効果。構成とか合戦で役立つ特性が盛りやすくなったぜ。そして進軍する幕府に追い風、今年は豊作。でも今から攻める駿府切り入っちゃってるけどな。幕府軍は東海道を進みながら次々に集結、なんとその数約15万。武田の最大兵力は12万、甲状腺も視野に入れるといい勝負かもな。武田の面々も続々と集まってきた。真田正幸とか名だたる武将もいるぜ。よーし勝頼、合戦じゃあ。ってあれ？8部隊しか入っておらん。12部隊画面には入ってるけど、東海道に長蛇の列じゃ合戦に入れないのか。痛恨の合戦微調整ミス。意図かなし。もっと複数の道から相対できる場所を選ぶべきだったな。まあしゃあなし、威風中だけどこれで戦うぞー。では道で詰まって中途半端な戦力になっちゃった武田の命運をかけた戦い、開戦。兵力は我らが倍、部隊数は互角、負ける要素なし、蹂躙せよ。剣女藩来霊園のダブルチョッパーズは右翼を。坊主と仲良し孫一は二人のサポートよろ。働かせすぎで老けちゃった最強生物藤高と、乃木佐久間こと佐久間信盛は中央。坂井忠次本田忠勝の徳川四天王コンビは、左翼の高台になってるコブポイントを。兵士がまだ帰ってきておらず兵力半分くらいの将軍も続いて進み要所で道を封鎖せよ。全軍進めこの戦いで武田を瓦解させる一撃を食らわせてやれまずは鉄砲ぶっ破して剣女藩が一番やり、後ろがガラ空きだ、来連回り込め回り込んだ来連も鉄砲ぶっ破、後部勝助を討ち取り、真田幸隆の弟の矢沢頼綱を速攻撃破。武田騎馬隊をソルルに足らず。残った芦田信繁をダブル坊主が強撃、右翼はこれでもう楽勝。右翼は余裕ができた、孫一は中央の援護へ、藤高はちょい下がって強撃を誘え幕府軍の有利に進む戦況を変えんとこの男が動く。表裏卑怯の者、真田正幸。佐久間が混乱状態に。乃木佐久間が抜くことできない大ピンチ。将軍、動きます。佐久間のピンチに将軍の鉄砲が火を吹く。ダメージ3000、これはさすがの真田も辛かろう。そしてダブル坊主の強撃により芦田信繁が討ち死に。こちらも藤高孫一コンビの強撃で信玄の異母兄弟の一条信達が即壊滅。藤高と孫一は佐久間救出に走れ。挟んで真田正幸を強撃だ。小休憩が終わった剣女藩と来霊園は敵対将武田勝頼を討ち取れ勝頼は騎馬レベル11だ。気をつけろよ。新参者の東国無双がここぞとばかりに猛アピール。トンボ切り。これには思わず一つ柳直盛も爆散。忠勝はトンボ切りで攻撃上昇して150超えだし、無傷の誇りで一定時間兵力減らないしほんと強いよ。鬼強。敵も負けじと表裏卑怯おかわり入りまーす。戦法たまるの早いから乃木佐久間がハマって逃げれん。1対1だと絶対勝てないやつ。でもそんな正幸も最強生物藤高の鉄砲で一撃撃沈。4000ダメージとは藤高えげつない。
そんなえげつない幕府の猛攻が続く。撤退中の正幸にイケメン孫一のヤタガラス。オーバーキルの1106ダメージ。これには表裏卑怯の者も思わず捕獲。これでもう勝ったも同然。そして最後は将軍の守る要所をつついてた、正幸の長女の旦那の小山田重政が撤退して指揮勝利。信玄のおらぬ武田謎雑魚よ、勝ち時をあげよ、かあったどう。合戦結果はこんな感じ。佐久間以外は大した被害なしだから、このまま継戦可能だぜ。そして道で詰まって妥協した威風中は結構広がったような。畜生、できればこの広告事情も欲しかった。威風中じゃ力不足か。まあ今更作戦変更するわけにもいかん。このまま武田本城を甲状戦で落とし威風を起こすぞ。さっきの合戦に漏れた部隊は広告事情を攻略せよ。焼け野原になるが落とすだけなら簡単だ。合戦の影響で武田の大隊の城が同様で出陣不可に。合戦で威風狙うのが厳しくなった。そんなわけで臨戦状態のノップたちも武田領に侵攻開始。前回は失敗しまくったノップの臨戦準備今回は成功か。いや目標にしてたの伊達の従属家なんだけど、伊達と停戦したら臨戦解除できなくなって。はぁ、なんで当分このまま。威風で取った神原城は兵力15000あったのでそこそこ強い酒延さんを抜擢。上級難易度は敵の後ろがうまいぜ。大敗した武田に群がる北条。玉縄城取られてるくせに漁夫の利狙ってくるとかなめ腐っておる。長島城でお留守番してもらってた光秀たちも、武田領へ進軍開始。下肥神宮の修繕が完了しました。敵に軍を攻められた時制圧速度マイナス 30%。合戦の翌月広告事情即陥落。数質ともに圧倒だぜ。勢力目標東海統一を達成しました。全国制覇にさらに一歩前進。おやおや北条さん、武田の漁夫の利に夢中で本城の小田原城がガラ空きですよ。これは握手だろ。うちの霊夢は動画映え無視するからそういうの見逃してくれんぞ。甲状戦なしで小田原城いただきまっしゅ。やっぱそうなるか。武田本城つつじが先屋形攻めは意外にも敵4部隊が救援に。来たからって意味はない。むしろ威風の見栄である。3軍寝返り、ちょびっと軍を破壊せずに済んでラッキー。ってあれ？軍が寝返るということは甲状戦は普通に城攻めしちゃってるぞ。なんで？もしかして収入不足で政策が解除された？金銭収入が赤字になっとる。政策は解除されてないような気もするけど正直わからん。まあ結果を受け入れるしかねえよ。甲状戦、動画映え。一応気にしてたのか草。そして世界は足利武田北条の入り乱れるカオスへ。情報量多すぎでわけわからん。武田の本城を容赦なく権女藩が奪い、動画映えも奪った。動画映えは権女のせいじゃねえ。まだちょっと兵糧残ってる藤高と孫一は、北条に取られるの嫌なので岩戸の城に進軍。遠いところから来た来霊園たちは兵糧切れで騎乗。将軍は小田原攻めダッシュで参陣よろ。合戦発生期のお仕事が待ってるぜ。すでにお客様行列でお待ちしております。将軍来るまでにすり減っていなくなりそう。武田はもうボロボロなので越後からも出撃。多方面から同時攻撃だ。マップ戦闘でめっちゃ傭兵してる光秀たちが木曽福島城を陥落。傭兵ジェットストリームアタック。ではこのまま深市城方面に進軍よろ。信濃内部を食い破れ。最強生物藤高率いる部隊が、岩戸の城陥落。一月足らずで楽々制圧。あ、兵糧あと60日あるし、救い城もよろ。激務のストレスで藤高ハゲそう。小田原城城主の北条氏政が騎乗しようとしたけど寸前のところで将軍到着。城には入れさせん。合戦だー。それでは動画映えなんざ気にしねえ。甲状戦はお断りだあの戦い、開戦。まずは酒延さんが騎馬突撃で一番やり。その猛攻で敵国衆が一撃爆散。もうの木口まで敵がおらん。氏政、うちの霊夢は忖度してくれないから動画映え気にせずそのままの木口行っちまうぞ。カチャーいいんだよカチャー。おい。中央に迫るため元忠は元親が鉄砲でお出迎え。将軍も鉄砲でお出迎え。柴田も鉄砲でお出迎えだー。まさかの鉄砲三段撃ち、せめて武田との戦いでやれよ。反省してまーす。嘘つけ。そして氏政に触れることすらなく酒延さんが軒口破壊して指揮優勢勝利。小田原城を空にしたり合戦で軒口守らないとか北条氏政握手が過ぎてフォローできねえよ。まあ絵的にあれだけどやり直すのめんどいからこれでよし。こらこら。そんなわけでこちらの被害は400程度で済みました。敵本城をかけた戦いなのに、しょっぽー。でも4部隊いたので威風が吹く。小田原城の軍が無傷で取れるのは美味しいぜ。
こうして動画映えを気にすることなく、小田原城陥落成立。でもツツジが先館を落とした翌月に小田原城を落城は、結構珍しい出来事かもしれんな。花はないが。花がないのは氏政のせいだ。私が悪いんじゃない。まあ何はともあれとりあえず天下統一には近づいたな。あ、権旅藩が上原城を落とした。幕府軍の快進撃が止まらないぜ。では武田と北条の本城を攻略したところで躍進を遂げる幕府軍を見ながら今回はここまで。ナイスズル将軍と思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。嬉しいです。意図せず小田原城まで攻め落とした霊夢、果たしてこのまま武田北条を滅ぼせるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。